グータラーズです。今日はね、キャンピングカーだね。で、これ見て、このグリル。キャンピングカーできた当初ね、グリルも変えたんだけど、車外グリルで、もう今サビだらけなんだよね。サビだらけっていうのかな。車外メッキ特有の緑のさ、なんていうのあれ。ね、サビみたいな。6章みたいなやつ。あれだらけだってさ。で、去年このグリル買っといたんだよね。で、やっと、今取り付け。1年越しの取り付け。もともと、このね、キャンピングカー、ハイラックスベースで、US のグリルついてたんですけど、それを変えたんだよね。要はライトのグリルがもうメッキ剥がれちゃってて、で、このね、今ついてるの、これに変えたんだけど、サビ6章がすごくてね、変えます。やっと変える。1年待ちだったね。でね、グリルはクリップで止まってるだけなんですけど、これね、バンパーずらさんとね、取れない。いや、取れるかなと思ってちょっと期待したんだけどね、やっぱ取れませんでした。なんでね、バンパーね、ちょっとずらします。ボルトがね、片側3箇所ぐらいで止まってるだけなんで、ちょっと緩めれば、すぐこうずれますんでね。それをね、ずらしてあげます。ちょっと割れてるね。そう。バンパーの下のとこ、パテがね、こんもり割れてる。あれも直さんきゃな。バンパー丸々交換しようと思ってたんですけどね。何もせずに5年が経ちました。このキャンピングカーできてから5年か。5年ぐらい経つんで、5年経ったな。結構ね、割れとかも出てきてるんでね、その辺もこの後ですね、いろいろ修理していきたいと思います。でね、ずらせばね、こうやってカパッと取れる。ほら、サビがすごいでしょ。車外メッキって結構こうなるよね。やっぱ純正ってすごいね。純正はすごいよ。で、もともと純正のグリルがあったんでね、真ん中の部分、ライトのカバーだけ使いたかったんで、グリル買ったんですけど、もうセットでしか売ってなくてさ、ほら、全部セットになってるの。このライトのグリルだけ使いたいんだよね。なのでね、そこだけちょっと分解しちゃいましょう。で、ここのね、ネジ外せばすぐ取れます。でもやっぱり社外品なんで、このフィッティングの悪さ、めっちゃ悪いね。片っぽはすごいいいんだよ。片っぽめっちゃ悪い。こっちは、これどっち側だっけな。こっち側だ。左側。これ逆になってるからさ、右になってるけど、これ左側になります。違うな、右側。どっちだ？どっちにしろね、片っぽのフィッティングがね、めっちゃ悪いんだよ。これは右側だね。こっちは良かったんだ。こっちのフィッティングはね、良かったんです。これいいねって話をしてて、で、この純正のグリルにくっつけようって。でね、こっち側はね、なかなかフィッティングが良かったんですよ。ほら。結構いい。これだといいねって話しててね。で、反対もね、つけてみたんすわ。もうつけてみたというより、この時点で、来た時点でもうすでに悪いんだよね。これメッキがぐしゃぐしゃになってる。仕方ないよね。もうパーツもないしさ、どんどん古くなっていく一方だから、仕方ないねって話してて。この後ね、いろいろ試行錯誤します。削ったり、バリ取ったりしましたけど、全然良くならない。一向に良くならないから、もういいやと思って。ちょっとね、塵が広がるぐらいで、もういいやと思ってやっちゃいます。でね、クリップね、このグリル、新しいグリルにクリップも付属されてたんで、そのクリップも使えます。いいね、クリップついてると。クリップ買わなくていいから、もうボロボロになっちゃうからね。
やっぱり車外のメッキのとこはね、錆びるんで、まあね、ワックス塗っとこうと思って。それでも錆びるよね。ワックスなんかすぐ落ちるしさ。まあちょっとでも延命しようと思ってね、ワックス、スズメの涙のやつがやってきました。でね、つけてみましょう。でね、やっぱりグリルの形が変わるんで、当たります。本が当たるんだよね。この本がね、どうしても当たる。ちょっとこう、後ろにオフセットしてるんで、グリルが。ほら、この両サイドの本。これがね、当たるんだよな。こいつをなんでね、移設してあげないとダメだって話になって、移設します。で、グリルのとこはもうね、つけないようにしてね、こっち側のウインカーの後ろ、ここにいいスペースがあったんで、ここでいいんじゃねってなって、ここにね、移動します。まあ、ウインカーもそんな邪魔にならないですし、ほら、ここに2つつけちゃいました。ちょうどいいじゃんってなって、ここでいいじゃんってなってね。でね、ここに2つつけちゃいます。普通なのやってみて。うん。ちょっとやってみて。左だっけ。で、まあチェックもね、良かったんで、あとは戻すだけです。ウインカーの黄ばみやばいよね。これね、黄ばみすぎてね、結構見えないの。変えなきゃダメだな。変えよう。ここにね、うまい具合に収納できました。ちょっと可愛いね。2人寄り添ってって感じ。でね、グリル、待望のグリル、戻していってあげましょう。まあ合わせてグイグイ押すだけだよね。パチパチクリップがはまってくれます。まあ、このグリル、もともとついてたんですけど、これは US のグリルだよね。US グリルの前期らしいんだよね。前期らしい。後期だとトヨタマークになるんじゃねえかな。確かな。前期はね、トヨタって文字だよね。トヨタって文字いいよね。もともとこれにしたかったんだけど、このグリルが売ってなくてね、なので後期用のグリルになってたんです。で去年見つけて買ったんですけど、1年放置ってね。でコーナーもね、やっぱ US ですからね、もともと US だからね、左ナンバーだから、左ナンバーだって左ハンドルだからさ、コーナーももともと純正でそのまま US でした。でね、バッチリ戻してあげます。こっちの方がなんかシュッとするんだよね。なんか今までのもっさい感じがね、なくなりました。こうシュッとする顔が。1年待った甲斐があったかなってやらなすぎだよね。いい具合になったかなってことでね、今日の作業はこれまででかなり緩くやりましたけど、 US グリルの全強になったってだけだけどね。この車はもう5年経つんですけど、やっぱり塗装の割れがちょこっと出てきます。ちょっとだね。5年経ったにしては持ってる方かな。でなんかぶつけた跡があってね、そこの割れもねちょっとあるんだよね。なのでね、次その割れたところとかちょっと直しておこうかなって思ってます。これからもね、こうやってキャンピングカーちょっとずついじっていくんだね。これからも見てあげてください。今日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録
よろしくお願いします。ありがとうございました。